皆さんこんにちは。レンです。今日の動画では、日本語を勉強するときは、リラックスしようということについて話します。リラックス。リラックス意味はわかりますよね。英語と同じです。リラックス。ちょっと発音が違いますよね。ジャパニーズ・イングリッシュなので、リラックス。皆さん、日本語を勉強するときって、どんな気分ですか？どんな気持ちになりますか？日本語を勉強しているとき。楽しいですか？それとも、不安ですか？緊張する？怖い？いろんな気持ちがあると思います。多くの場合、外国語を勉強するっていうのは、楽しいだけではないと思うんですよね。例えば、ネイティブの人と話すとき、やっぱり緊張しますよね。僕はすごい緊張して不安になります。不安。不安っていうのは、将来のこと、未来のこと、先のことが怖いことです。怖いこと、不安。どうしよう。うまく話せなかったらどうしよう。そういうのが不安です。今日の動画では、その不安っていうのが、皆さんの日本語学習のスピードを下げてしまっている。そういう感情が皆さんの日本語学習を妨げているっていうことについて話したいと思います。外国語を勉強するときっていうのは、リラックスするべきです。リラックスしましょう。焦らずに落ち着いて日本語を勉強することがすごく大事です。今日はその理由を2つ話します。1つ目は、リラックスしていると理解可能なインプットがより効果的になります。効果的。効果があるということです。なので、リラックスしているとより早く日本語を学習できます。学習、学ぶ。緊張していたり、不安だったりすると、どうしても効率が下がってしまいます。効果的ではなくなってしまいます。逆に、リラックスしていると、インプットがすごく効果的で、たくさん頭に入っていきます。はい。それが一つ目の理由です。より効率的に日本語を勉強できる。だから、リラックスしましょう、皆さん。日本語を勉強するときに、リラックスするべき理由、二つ目は、勉強が楽になるからです。例えば、不安だったり、緊張しているときって、苦しいじゃないですか。苦しいと、勉強を続けられませんよね。だって辛いもん。不快。気分が良くないので、勉強できないですよね。できるかもしれないですけど、多分続かないです。1年、2年、何年間も続けることはできないです。緊張していたり、不安だったりするとね。逆にリラックスして落ち着いていると、気楽に日本語を勉強できますよね。気楽。気分が楽。簡単に日本語を勉強できます。そんなに力が入らずに、とりあえずやってみようとか、少しだけやってみようかなって思えるようになります。それが結果的にすごい効果的なんですよね。その早く日本語をマスターするために、すごく効果的な方法なんです。なので、リラックスするのは非常に大事です。リラックスすると、学習のスピードが上がります。スピード、速さ。効率が上がります。しかも、リラックスしていると、勉強が辛くないです。辛い。辛い。苦しい。苦しくない。辛くない。苦しくないです。日本語の勉強が楽しくなります。楽しくて、落ち着く。のんびり勉強できるようになるので、ストレスも減りますよね。日本語がもっと好きになると思います。逆に、リラックスできずに、早く勉強しなきゃとか、今日は
まだフラッシュカードやってないとか、もっと文法の勉強しなきゃ全然うまく話せないとか、そういうふうに思ってしまうと、やっぱりストレスが溜まって逆にできないですよね。やらなきゃって思うと余計にやりたくなくなると思うんですよ。僕だけかもしれないですけど、やらなきゃいけないって強く思いすぎると、かえってやりたくなくなります。なので、リラックス。皆さん、リラックスしてください。僕と一緒に深呼吸しましょう。深呼吸。吸って、吐く。吸って、吐く。吸う、吐く。これが呼吸です。で、深呼吸というものをすると、リラックスできます。深呼吸ね。深っていうのは深い。ディープな呼吸ですね。深い呼吸です。はい。で、深呼吸っていうのは、見ててくださいね。ゆっくり、たくさん空気を吸って、ゆっくり空気を吐くこと。これが深呼吸です。深呼吸すると、すごい気持ちが落ち着いて、リラックスできます。ストレスも減ります。もし日本語を勉強していて、緊張するなとか、不安だなとか、苦しいなって思ったら、深呼吸をしましょう。深呼吸をして、リラックスしましょう。はい。音楽を聴くのもいいですね。リラックスできる音楽をたくさん聴く。クラシックとか、そういう音楽を聴くのもいいです。自分なりにリラックスできる方法を探して、日本語を勉強するときは、可能な限り、できるだけリラックスして勉強するようにしましょう。はい。以上で今日の動画は終わります。見てくれてありがとうございました。もし、この動画が気に入ったら、チャンネル登録お願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。